皆さんこんにちは、ガジェログです。今回はメガネ型イヤホンデバイスでありますファーウェイアイウェア2をご紹介いたします。メガネ型イヤホンって何っていうことも多いと思いますが、ファーウェイのアイウェアシリーズの2ということになりますけども、以前から気になっていた商品でした。どんな感じでね、サウンドが聞けるのか、メガネということでどんな掛け心地なのか、外観や使用感などを含めましてね、これからレビューしていきたいと思います。というわけで早速本日も行ってみましょう。ということで、開封する前に、まず主なスペックをご紹介いたします。まず、メガネ形状をしているオープン型イヤホンということです。使用シーンとしましては、オンライン会議、オフィスワークですね。そういったところで、このメガネ型のデバイスとすごく活躍しているようです。また、エンターテインメントや家事育児とありますけども、スマホやタブレットなどを見ながら、そのサウンドを聞くっていうこともできますし、そしてアウトドアでも活躍できますよとあります。そして、耳にかける部分の厚みっていうのが、厚いところで 9.7 ミリになっています。このスリムな中に様々な技術が詰め込まれているわけですね。そしてオープン型のイヤホンということでね、音漏れが気になりますけども、これはアイウェア1と比べまして音漏れ防止っていうのをかなり強化しているってことですね。さらにイヤホンということでやっぱり音質は気になりますね。新しい同一の指向型デュアル振動板が採用され、デュアルリング4マグネット設計を採用しているということです。加えてですね、風ノイズ低減設計もついています。屋外で使った時にね、風がある時にもしっかりね、音を聞くことができるようです。また、バッテリーがどれぐらい持つかということですけども、フル充電から音楽再生した場合、最大で11時間ということです。そして、音声通話をした場合は最大9時間ということですね。ほぼね、1日ぐらいは余裕で持つんじゃないかなということですね。そして充電する際はマグネット式の急速充電になっています。フル充電するまでは約50分となっています。そして気になる部分になりますが、IP54 相当の防塵防滴に対応しています。運動時の汗や、また突然の雨でもね、普段通りに使用できるレベルとなっています。そして、やはりイヤホンということで、この部分も気になります。デュアルデバイス接続に対応ということで、いわゆるマルチポイントと言われているメインはスマホ、そしてもう1台タブレットやパソコンなどと接続することもできますね。そしてカラーリング、またデザインは2種類あります。今回送っていただきましたのは、左側のブラックになっているんですけども、いわゆるウェリントンというね、デザインになっていますね。そして右側のチタニウムシルバーというのはちょっとね、サイバーチックな感じもしますけど、これもね、なかなかいいデザインだなと思います。ということでね、主な特徴をご紹介してきましたけども、これから開封し、外観などをチェックしていきたいと思います。ということで、こちらがパッケージ内容となっています。まずこのような形状のメガネケースに本体が入っています。中を開けてみますと、はい、こんな感じでね、ブラックタイプのアイウェア2が入っています。後ほどしっかり見ていきたいと思います。そして充電ケーブルですね。さらに中国語で書いてありますけども、アイウェア2ですね、クイックガイドと書かれています。さらにメガネ拭きもね、このように入っていました。ということで、こちらのメガネケースを開けて中身を見ていきたいと思います。いや、かっこいいですね。結構高級感があると思います。こちらがアイウェア2本体になります。ブラックモデルですね。まず持った印象になりますけど、普段メガネをね、なかなかする機会ないので、重さっていうのは正直わかりませんけども、ワイヤレスイヤホン内蔵ということで、めちゃめちゃ重いわけでもなく、すごく軽量っていう感じでもないですね。ほどほどな重さなのかもしれません。ということで、まず気になりますので、重さを測ってみたいと思います。こちらのスケールであれば 38g となりました。ということでね、こちらが本体そのものになりますけども、見た感じは本当にメガネですね。それ以外にパッと見ね、これがイヤホンなんだっていうふうにはなかなかわからないんではないでしょうか。では、細かいところをちょっと見ていきたいと思います。まずレンズ自体は標準で度が入っているわけではありません。オンテーズというメガネ屋さんに持っていけば、レンズを有償で交換してくれるわけです。まずこのブリッジ幅ですね。これが 23mm となっています。またこの標準のレンズになりますが、幅が約 50mm ということですね。そしてこのテンプルのサイドの長さになりますが、約 149mm となっています。反対側も同じですね。約 149mm となっています。加えてタッチするときにはこの部分ですよというふうにね、教えてくれています。ボリュームの上げ下げという感じですね。そして反対側にも同じようにインジケーターとボリュームキーがついています。そしてその裏側になりますと、こちらにね、スピーカーと思われる部分がこのようについています。両サイドこのように下側にスピーカーの部分がついています。マイクらしきものもついています。こちらの部分にもマイクらしきものがついています。
実はペアリングする際に最初ねちょっと戸惑ったんですが、ご自宅にあります USB-C のケーブルありますね。これ充電器につながっているんですが、このようにつなげていただいた上で初めてペアリングができる状態になります。そしてこの両サイドをね4秒間つまみますとペアリングモードに入ってスマホとつながるという仕組みになっています。ではこれからファーストリスニングになりますけども、実際にね音楽聴いてみたいと思います。サンプルの曲としまして YouTube ミュージック上にあります藤井風さんのキラリの曲を使って、では聴いてみたいと思います。初めてこのメガネ型デバイスで音を今聞いていますけど、ちょっと不思議ですね。オープンイヤー型のワイヤレスイヤホンと近いものはあります。結構臨場感があって広がりがあります。重低音はないんですけども、程よい心地いい感じの低音ですね。まだね、ちょっとエイジングは効いていないので、少しザラつき感はあるかなという感じはしますね。軽く鳥肌が今立っています。ということで、サンプル曲聴いてみたんですが、これはちょっと予想以上に音が良くてびっくりしました。なんて言うんでしょうかね。オープンイヤー型のワイヤレスイヤホンがありますけども、それとほぼね、同等じゃないかなっていうクリアな音質です。あちらの方もやっぱり重低音っていうのはなかなか出ないんですけども、それとほぼ同じような音質だったなという感じです。ここから音が出ているわけですけども、不思議な感じがすごくしました。ということで、これからしばらく使ってみた上でのファーストインプレッションということで、この後使用感をしっかりお届けしたいと思います。ここからしばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。まず気になるところとしましては、ここから音が出てくるわけですけども、音質になります。まず低域に関しましては、結構ね、低めの音っていうのは出てくるんですけど、ドスドスとした重低音といったものは出てきません。しかしながら中高域に関しましては、ある程度ね、抜けのいいサウンドっていうのが出てきまして、さすがファーウェイの技術力だなっていう音質ですね。このテンプルのところにあります、この上部のスピーカー、そしてこの下側にあります2つのスピーカーで音漏れ防止機能とともに音をね耳に届けるわけですけども、結構抜けのいいクリアなサウンドを楽しむことができました。ただね、直接耳にダイレクトに音が伝わるわけではありませんので、ある程度音が逃げてしまっているという感じはありますね。そのあたりはね、ちょっとこういった形状ゆえに仕方ない部分かと思います。こんな感じでね、手で覆ってしまいますと逃げている音が反響して帰ってくる感じがしまして、広がりのある音が実際出ているんだなっていうのを感じました。ということで、音質バリバリのワイヤレスイヤホンということではなく、やはりね、こういったメガネ型形状ということで、私の場合ですとね、音声系のメディアですね、ポッドキャストも含めまして、そういったものを聞きながら他の作業をするということで結構使うシチュエーションというのが多かったんですけども、またテレビ会議とかオンライン会議、家事や育児などされている方もこれをしながら何か音声系メディアを楽しむという、そういったね、使い方にいいんじゃないかなと思いました。そして音漏れに関してなんですけども、屋外で妻とウォーキングをしながらどれぐらい音漏れしているか確認してもらったんですけど、音量がだいたいですね、10段階で打った場合5ですね、真ん中のぐらいであればある程度ね、騒音がある状況でも音が聞こえるという話でした。そして屋内になった場合ですね、静かな環境下であれば音漏れはある程度ボリュームを下げていても何かね、シャカシャカ聞こえるっていう話はありました。ということで、使う環境は少しね、考えた方がいいと思います。ある程度周りに人がいても雑踏があるような状況であれば、そういった状況では、ね、気にならないんじゃないかなと思いますが、静かな環境、図書館だったり、またバスの中や電車の中、そういった環境下では相当ね、ボリューム下げないと音漏れが気になる敏感な方もいらっしゃると思いますので、注意した方がいいんじゃないかなと思います。そしてやっぱりね、音質の面でマイク品質も気になるところだと思います。今回テストしてみましたのは、まず屋内の静かな環境下ですね、マイクの品質テストをやってみましたので、その模様をご覧ください。ただいま静かな状態でマイク品質のテストをしています。音量、音質はいかがでしょうか。ただいまファーウェイアイウェア2のマイクテストをしています。音量並びに音質はいかがでしょうか。ただいまマイクのテストをしています。ということで、いかがだったでしょうか。感度もかなりいいんじゃないかなと思います。他のワイヤレスイヤホンと比べても全然遜色ないと思います。そして今度は同じ屋内の同じ場所において YouTube の街中の環境音ですね。それを流しながらまた同じようにマイクの音声品質を試してみました。こちらのテストの模様をご覧ください。ただいま騒音のある状態でマイクテストをしています。音量並びの音質はいかがでしょうか。
ただいまマイクのテストをしています。ということでね、いかがだったでしょうか。騒音がある状況でも、やはりそのマイクのノイズキャンセリング機能っていうのはかなり効いていまして、ほとんど先ほどの静かな環境下と変わらないぐらいのクオリティじゃないかなと思います。そしてね、次、過酷な環境になりますけども、屋外で風がある状況で、この同じテストをやってみました。ファーウェイアイウェア2でマイクテストをしています。屋外で風速5メートルほどありますが、マイク品質はいかがでしょうか。風切り音はいかがでしょうか。かなり今風が強いんですけども、風切り音は軽減されていますでしょうか。ただいまマイクのテスト中です。ということでいかがでしょうか。この日は本当にね、風がボーボーだったんですけども、私の声だけが結構抜き取られているような感じで、風の音はかなり軽減されていたと思います。しかしながらね、先ほどの屋内のマイクテストとは全く違う音質になっていることがわかります。このあたりはやはりノイズキャンセリングするために iWare2 自体が音声の処理をして人の声だけをね抜き出すような感じで処理がされているような音質となっていました。この辺のノイズキャンセリングというのはかなり良かったなと思います。ということで本当に静かな環境下では全く問題ないクオリティですので、電話で相手と会話する、 LINE での音声通話をする、そういったあたりでねメガネしながら手ぶらでコミュニケーションを取ることができると思います。そして次に気になるところとしましては、やはりね、装着感ではないでしょうか。私の場合、普段日常的にメガネを装着する習慣がないので、これね、つけてどれぐらいね、装着していられるかなと思ったんですが、やはりね、最初はちょっと違和感あったんですけども、すぐにね、慣れてしまいました。もちろんね、サイズっていうのが、やっぱり一つのサイズ感になっているので、これね、ぴったり合う方ばかりではないかなと思います。購入する前は、ちょっと試着はした方がいいのかなっていう気はします。サイズがね、大きすぎる、もしくは小さすぎるっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、購入前にね、できることならば試着は必要かなと思います。そしてね、装着している状態で頭を前後にもしくは左右に振ったとしても落下するっていう感じはありませんでしたね。そして装着している状態で走ってみたんですが、それでもね、落下するような感じはありませんでしたので、もちろん限度はありますけどね、ある程度の動きがある状況でも落下する恐れっていうのはないと思います。そして最後の点になりますが、AI Life というね、ファーウェイのカスタマイズするためのアプリがあるんですけども、こちらをね、ファーウェイ iWare2 が現在登録されています。これを開きますと何ができるかと言いますと、まずね、バッテリー残量が確認することができます。そしてこのアプリの一番良かったのが、このやっぱりジェスチャーですね。操作をカスタマイズすることができます。現在私が行っている設定はダブルタップとありますが、この本体のね、この辺りになりますが、ここをダブルタップすることによって、この左側になりますので、再生と一時停止をこちらの操作系統に当てています。そして右のテンプルとありますね。ちょうどこのファーウェイと書いてあるこの部分になりますが、同じように再生と一時停止を持ってきています。ここの部分は再生と一時停止かもしくはなし、この2つしか割り当てることができません。そしてこの左テンプルでありますね。ちょうどこの辺りの部分になりますけども、このスワイプというのがありまして、この左テンプルの部分を音量調節に割り当てています。ここはですね、次の曲、前の曲っていう風にね、切り替えることもできます。ちなみに音量調節は、やっぱりね、この辺に何かボタンがついているわけではありませんので、このようにスワイプしてボリュームを下げたり、上げたりっていう、そういった操作方法になりますので、この辺はね、ちょっと慣れは必要かなと思います。ただ、ご操作することもなく、このようにスワイプさせることによって、ボリュームね、はっきりと操作を受け付けてくれますので、操作ね、あんまりうまくいかないなということで、イライラするようなことはありませんでした。ということで今回ファーウェイの iWare2 というね、メガネ型のイヤホンについてご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。こういった形状ゆえに傍から見れば本当にメガネにしか見えませんので、これで何か音声を聞いているっていう風には見えないんじゃないかなと思います。使う場面としましては、私の場合ですね、オンライン会議っていうのね、毎日するわけではありませんので、普段で日常的によく使うのであれば、ながら聞きじゃないかなっていう感じになります。ということでね、気になった方は概要欄にリンクがありますので、ぜひこちらから詳細をご覧ください。この動画良かったよということであれば高評価、そしてまだの方はぜひこの期間チャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。